総延長 85km、2000年分の世界の裏側を幽閉するバチカン秘密文書館。前編では歴史の闇に葬られたテンプル騎士団の冤罪や過去を覗き見る禁断の機会、そして現代バチカンが仕掛けた解明の罠について迫りました。しかし、前編でお見せしたのはこの聖地が隠し持つ闇のほんの序の口に過ぎません。後編となる今回は、ついにオカルトの核心へ、現代科学が敗北した悪魔の証明、聖地を血で染めた暗殺劇、そして歴代教皇たちが世界の終わりを悟り、震え上がった人類滅亡の予言、世界で最も神聖で最も恐ろしいバチカンの旅、その終わりへと皆様をご案内いたしましょう。こんにちは、ガッチャンです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは早速本編に入りましょう。バチカンの地下に眠る最も実害を伴うオカルトの記録。それこそが何世紀にもわたって書き残されてきた本物のエクソシズム、悪魔払いの公式報告書です。映画エクソシストの世界はフィクションではありません。バチカンには今も国際エクソシスト協会という公式組織が実在し、教皇直属の悪魔払い師たちが世界中で活動を続けています。その最高責任者であったガブリエーレ・アモルト神父は、生涯で数万件もの悪魔払いを行いました。地下書庫に眠る彼らの報告書には、現代医学や精神医学が完全に敗北したおぞましい怪奇現象が淡々と記録されています。精神病とは明らかに違う、いくつもの見知らぬ古代言語を流暢に話す少女。大人の男が数人がかりでも抑えられない異常な怪力を発揮する少年。祈りを捧げた瞬間、口から黒い液体や錆びた釘を吐き出す患者。バチカンはこれらを中世の迷信として片付けることはしませんでした。むしろ悪魔という目に見えない絶対的な悪の実在を証明する動かぬ証拠として徹底的にデータを暗号化し、一般の目から隔離しているのです。なぜなら、悪魔の恐怖が世に解き放たれれば、世界はパニックに陥ることを知っているからです。続いては、オカルトと現実の犯罪が交差する生々しい血の歴史です。バチカンには宗教事業協会、通称バチカン銀行と呼ばれる独自の金融機関が存在します。ここは世界で最も不透明な銀行と言われ、かつてはイタリアのマフィアの資金洗浄、マネーロンダリングに利用されていると噂されていました。この巨大な利権と闇に真っ向から立ち向かおうとした人物がいました。1978年に即位した教皇、ヨハネ・パウロ一世です。彼は、教会のクリーン化を掲げ、バチカン銀行の改革とマフィアとの癒着を断ち切るための人事刷新を断行しようとしました。しかし、運命はあまりにも残酷でした。改革の書類を手にしたまま、ヨハネ・パウロ一世は即位からわずか33日後に謎の急死を遂げるのです。公式発表は急性心筋梗塞。しかし、遺体の司法解剖はバチカン法を理由に拒否され、彼の身の回りの世話をしていた看護師や机の上の書類は即座に片付けられました。その後、バチカン銀行の闇に迫っていたイタリアの銀行家たちが次々と暗殺される事件が勃発。聖地がひた隠しにする富と血の記録は、今も地下書庫の奥深くで誰も触れられないタブーとして眠っているのです。宗教と科学は歴史上何度も対立してきました。しかし驚くべきことに、バチカンは世界最高峰の科学者たちを抱え、アメリカのアリゾナ州に超高性能の赤外線望遠鏡を持つ
龍馬教皇庁天文台を所有しています。なぜ神の教えを説く聖地が命がけで宇宙の深淵を監視しているのでしょうか。かつてバチカンの主任天文学者であったガブリエル・フィネス神父はメディアに対してこう語りました。宇宙人が存在したとしても、それは神の創造物であり、キリスト教の教えと矛盾しない。私は宇宙人にも洗礼を授ける用意がある。オカルト界で囁かれているのは、バチカンはすでに地球外生命体の存在、あるいは地球に接近しつつある何かの証拠を掴んでいるという説です。もし、地球以外の星に高度な文明を持つ生命体が見つかれば、人類の神や宗教の概念は完全に崩壊します。その衝撃に備え、バチカンは世界中のどの政府よりも早く宇宙の真実にアクセスし、情報のコントロール権を握ろうとしているのかもしれません。そして、バチカンが隠し持つオカルトの中で、最も有名であり、最も恐ろしい未来の記録。それこそが、ファティマ第三の秘密です。1917年、ポルトガルのファティマで3人の子供たちの前に聖母マリアが現れ、未来に関する3つの予言を託しました。第1、第2の予言は、世界大戦の勃発など、恐ろしい的中率で現実となりました。しかし、最後の第3の予言だけは、あまりの内容の恐ろしさに、歴代の教皇たちが読むたびにショックで失神しかけ、数十年にわたって公開を拒否し続けていたのです。西暦2000年、バチカンはついにその内容を、1981年の教皇暗殺未遂事件の予言だったと公式に発表しました。しかし、この発表に納得した者は誰もいません。なぜなら、すでに過去となった暗殺未遂事件くらいの内容で、歴代教皇たちが何十年も震え上がり、公開を拒むはずないからです。秘密文書館の奥深くに隠された本物のメッセージを読んだ関係者のリークによれば、そこには世界の終わりや教会の完全な崩壊、あるいは私たちが神と呼ぶ存在のおぞましき正体が書かれていたとされています。バチカンが公開した公式見解は、人類のパニックを防ぐための嘘だったのではないか、その疑念は今も消えることはありません。ファティマの予言が示す教会の崩壊、それを裏付けるかのような最後の秘密をご紹介しましょう。中世のアイルランドの司教、聖マラキが残した歴代教皇に関する予言です。この予言書には、初代教皇から数えて未来に登場するすべての教皇の特徴が謎めいた歌の形で予言されていました。恐ろしいことに、その予言は教皇たちの出身地や家紋、在位期間中の重大事件をことごとく的中させてきたのです。そして、この聖マラキの予言はこう締めくくられています。ローマ政長が最後の迫害を受ける間、ローマ人ペテロが王座につくだろう。彼は多くの苦難の中で羊たちを放牧するが、それが終わると7つの丘の町は破壊され、恐るべき審判が人々に下る。預言書に書かれた教皇の数は全部で112人。そして現在の教皇フランシスコは数え方によってはまさにその112番目の教皇に当たるとされているのです。バチカンが2019年に秘密の看板を外し、宇宙を監視し、予言を隠蔽し続ける理由。それは彼らがこの予言の成就を誰よりも恐れ、そしてその時が近いことを知っているからなのかもしれません。テンプル騎士団の無実の証明、過去を除く機会、悪魔との死闘、そして人類滅亡の予言。
前後編にわたってお送りしたバチカン秘密文書館に眠る10の秘密。これらは単なる都市伝説でしょうか？それとも私たちが知らされていない世界の真実なのでしょうか？すべてがネットで検索でき、すべてが暴かれた現代において、バチカンだけは今も堅に闇を維持し続けています。しかし、それこそがバチカンの計算通りの戦略なのかもしれません。あそこには人類が知ってはならない何かが隠されている。その底知れぬ恐怖と好奇心こそが、2000年もの間、この世界最小の国を世界最強の聖地たらしめている本当の魔法なのかもしれません。歴史の裏側に隠されたその真実の光は、私たちが知る由もない闇の中で、今も怪しく瞬き続けているのです。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今後も様々な歴史について解説をしていきたいと思いますので、少しでも面白いなと思ってくださった方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。がっちゃんでした。